セントと呼ばれているようなところなんですけれども、こんな渋谷のど真ん中にあるサイダーの音というサイダー専門ところにお邪魔しました。で、オーナーヒカルさんによろしくお願いします。よろしくお願いします。で、本日のメニューとしてはですね、サイダーの、日本を代表するようなサイダー2社、最後にちょっと種類だけミード専門のところがあるので、よく支援しながらやっていければと思います。よろしくお願いします。早速、サラバさん。サラバスミス、やっぱりオリジナルからいきますか。そうですね。はい、ということで、サラバスミスバードサイダー OG、とりあえず軽く乾杯しながら。はい。お疲れ様です。はい。香りがすごくなんか芋っぽいっていうか、そうですね。味はもうリンゴですよね。で、副原料そんなに入ってないですね。リンゴとスイートガラスではサラバスミス。サロバさんはもともとはファントムで松本ブリュワリーですそういうところでファントムで作ってたんですけど、2020年かなにやっと自社の工場を立ち上げて、そこで作り始めて、そこから実験的にいろんなものを作ったり、世界的に見てもなかなかない、クオリティもだし方向性もそうだし面白さもあるし、これもスイートグラスね使ってちょっと面白い。これちなみにこの缶のところにも書いてあるんで、使ってるリンゴの品種書かれてるんですけれども、ゴールデンラセットとラニー・スミスっていうのがあって、結構サラバスミスさんがラニー・スミスよく使ってるじゃないですか。もうやっぱりラニー・スミスからのサラバスミスだったりしないですか。何なんですかね。でも多分ラニー・スミスって酸味がある。そういう意味で言うと OG はスイートグラス入れることによってやっぱり甘さと酸っぱさのバランスを取りつつ、最初は甘くてあとはドライズがキレのある後味になってるっていう形でバランス取ってもらうんです。これ4番地目なんですよね。やっぱりどんどん変化している。面白いし、しかも今回缶。そうですね。初めての缶。確かに。タップと缶の比べてどういう味の違いがあるのか。イメージですけど、木の方がもうちょいハーバルだったんです。緑っぽさ。こっちの方がなんかすっきりして。これどうでしょうか。サラバスミスはトップクラスでトップクラスですよね。ちょっと醸造家のね、博士ちょっとクレイジーです。発想もだし、そういう人じゃないと作れない。もうアーティストですね。いや本当そうですね。科学者でありアーティスト。博士ともちょっと話が盛り上がっちゃった。ハレルヤホプリカン。よし。酸味でグワッときてるんですか。このハレルヤホプリカットっていうのは確かあれですよね。レバレンドマットっていう世界を代表している一つのサイダリーがなくなっちゃったんですね。でそれをこうレシピをサナバさんが継承して、というわけでそうですね。レバレンドマットさんがですね、やっぱ一番結構で初めて飲んだ私すごい好きなサイダリーだったんですけど、日本にもやっぱり結構影響を与えてる。まだサイダーを飲む文化とかまだ続いてない文化ですよね。そうですね。サイダーって言葉もまず知られてない。シードルっていう言葉も知らない人もやっぱりまだいたいですね。なんかリンゴのお酒ですってこう説明をしてあげない。そうです。何ですかそれ。お酒ですっていうとなんかこうただ甘いだけでイメージがあってあれですよ。そうなん伝わってないです。例えばねこれとかねドライじゃないですか。サイダーでしかありえない。そうなんです。そうクラフトビールはまだビールってことがさえ分かってるから、ちょっと変なビールみたいな感じでクラフトビールにそれにするのがやっぱビールももちろん人気なんですけど、サイダー結構根付いてる国なんです。それで瓶の人口の10分の1ぐらい。ヒカルさんがもともとサイダーと出会ったきっかけがイギリスにそうだと。そこまでのビール飲めない。2パイントぐらい。なんかねビールお腹いっぱいになっちゃう。缶チューハイだからストロングゼロみたいな。そう氷結じゃない。なるほど。でなんかそのね友達が聞いてサイダーなんか安くて美味しくて。今日はクラフトじゃないですよ。前のつなげおおはいはい。多分ヨーロッパナンバーワン。毎日飲む。でサラバスミスとサイダーの音といえばどうしよう。
それがうちの2周年の時これ2年ぶりですいいですか？やりましょう。置いとくとどうなるんだろうってまあそれまた一つの冒険ですよね。めちゃくちゃいろいろやっているんですけど、特に佐野間さん忘れると面白いです。いい変化しかしてないです。うわ、これどうなってんの。めちゃくちゃ綺麗な色してます。ピンクっぽいでしょ。うん、若干本当にほんのりピンク。エルドフラワーのさ、炭酸があったじゃないですか。はい。パンとかキッチンで、ソルシェラ1のシリーズの、あのシリーズの一つ、ソルシェラ1だけしか、そうあれしか一気に取ってないらしいんですよ。あ、そういうのエルダーフラワーがあった。ありました、ありました。あれすごい美味しい。味がシャンパンじゃないですか。いい感じにこう寝かした状態です。すごいね。あんまりなんかサイダーを寝かすっていうのはあんまり聞いてない。まあ、うちはちょっといろいろ実験的にいい変化があったりする時もあるんですけど、でもちょうど酸味がこのビネガー寄りになって、それがボディになってめちゃくちゃうまい。これはうちの周年のやつなんですけど、佐野間さんで作った4種類ぐらい、サイダーの折を取っといて、それを混ぜて、さらにリンゴジュース入れて作る。いろんなリンゴを作った後に残ったオイルを蒸留させて作ったジン。はい、させてもらいます。ああいうやっぱ発想がね、できる人。あと3円です。あとサインです。確かに。これは素晴らしいですね。自分で言うのもなんすか、これ以上やばいっすよね。これやばいっすね。いや、これちょっと博士飲ましたいです。僕普通に330瓶だから、もう1万ぐらい出してるんですよ。これだったら1万出せますよ。まあ、ただ実験的にやってるとこもある。そうまあ、別にこういう機会。最初の味はすごい切りが良くてバランスが取れてて、最初は甘くて後からちょっと酸っぱくて、プリコットがなんか酸っぱさよりだけど、もうこれはもう完全に綺麗なお酒。本当っす。これ、博士、これちょっと飲ましたいですよ、これ、博士。いや、これやばいっすよ。やばい。次行きましょう。はい、次行きましょう。次はですね、金重さんですね。ファーム&サイダリー金重さんです。もうこれはもう自分たちでリンゴ栽培しちゃってるってことですね。完全、まあ、佐野間さんでしょ。最大用の品種のリンゴも今育てて。で、その最大用の品種で育てたリンゴだけを使ったサイダーとかもリリースをしてました。はい、飲んでいただきましょう。もうこれがですね、ファーマーズオリジナルで、ドライバージョンですね。はい。では、どうやら、ありがとうございます。さっきやった佐野間さんはの醸造はもうちょっとビールとかも作れる。炭酸カーボネーションかけられるタンクしてました。あれしげさんはちょっとワインベースの製法をやってる。結構軽いですね。そうですね。どちらかというとこうワインよりかはこうリンゴジュースよりかはい。そう日本のそう食べる用のリンゴで確か作る。ワイン寄りというか。そうです。ジュースです。で金重さんもジュースとかも普通に出してますよね。リンゴジュースの炭酸とか。金重さん好きなシートラを使う。はい。では一つ。行きましょう。行きましょう。はい。では、ありがとうございます。そうです。色がもうかなりなんですかね、けどちょっと太めさがあって。そうですね。これがホップの違いなんですかね。もう香りがもう完全に、もうシトラの。このボディ感とかこのアルコールっぽさがガツンとくる感じがあります。多分ですけどリンゴの酸味があるから。まあでも意外とあれですね、結構もっとこうビールっぽさというか、ホップのこう重みとか、その香りとかっていうのが出てくるかなと思ったんですけど、そんなに意外とやっぱりそのビールっぽくはないですね。麦芽とかモルトと違うっていうところが大きいんじゃないですかね。ボディ感はやっぱりね、すっきりしてますよね。次はあれですね。いきますか。行きましょう。アンテロープさん。よいしょ。よいしょ。めっちゃ可愛いっすね。これ結構なんか面白いですね。いや可愛いっすね。これ貼ってあるラベルがあるんじゃなくて、なるほど。こういうなんかねタグみたいのつけちゃって。これ可愛いっすね。
滋賀県の、先ほどは金重さんとサノバスミスはサイダーを作ってるサイダリなんですけれども、こちらアンテロープさんはミードリを作ってるミーダリで、木下、チャーチル、ラストサッパー、ディープシークの、4種類があるんですけれども、どちらもそうですね、ミードなのでやっぱ蜂蜜ベースなんですけど、副原料は結構違ったりしていて、はいはい、これは絶対飲みたいです僕。どうやってるんですか？もう普通に回す感じです。14分こんぐらいにしときます？私多めで大丈夫ですよ。僕もねミードも好きなんですよ。あ、本当ですか？香りいいっすね。この濃厚な甘みでも熟成することによる深みというか、おじい感もちょっとほんのりあって、最後の甘みと苦みのなんかこういうアフターテイストがすごいですね。やっぱり気だる感がありますね。これ何年熟成してるんですかこれ？何年ですかね。一応温度的には常温でも飲めるし、冷やしてでも飲めるんですけど、私個人的に冷やした方が飲みやすいと思います。そう思います。結構暖かくなると結構14パの感じが結構ちょっとくどくなる気がしてて、プラスちょっと甘みが気になるかなって感じになってくるかもしれないですね。そんな感じです。ミードっていうのは、日本でも多分サイダーよりも多分知らない人がなんか多いような気がするんですよ。そんな気がしますね。一応なんかもうお酒としてはもう世界最高って言われたりとかしてますよね。そうですね。なんかミードを知ってる人がなんか飲んだことあるから知ってるっていうよりかは、ゲームとかスカイリムとかで見たことあるとか、なんかそういうレベルなんですよ。中世のお酒、中世を舞台にしたようなゲームとか、あの時代はミードしかなかったから。イギリスでもなんかリンゴをなんかそのお供え物っていうんですか、宗教的な儀式で使ったりとかしてたらしいんですけど、その時はもうお酒はミードだったらしいですね。やっぱりね。発酵するのが楽っていうのもあるし、で結構そのサイダーとかビールと比べて結構度数が高くなりがちじゃないですか。普通に多分、普通のミードでもだいたい 9% から 10% ぐらいが普通なような印象があって、でこれがまた 14% になってるので、水があまりきれいじゃなかったんで、もう水よりもミードとかそういったこう、サイダーももともとそういう使われ方をしてたりするんですよ。スペインとか、フランスとかもそうかな。基本的にはそうなんです。水がきれいじゃなくて保存できないじゃないですか。それでリンゴでお酒にしてっていう感じだったみたいです。僕全然ちょっとミードのことわかんないですけど、これ酵母とか何なんですかそれで？一応酵母自体は入れはするんですよ。あ、するんですか。そういうことだ。ほっとけばぶっちゃけ多分発酵は進んじゃうっていうこともあるとは思いますね。というところで、サノバスミスと金重さんについて日本国内を代表するサイデリとして軽く話しましたよということで、パラシュートアンテロープさんでちょっと14% 飲んで気持ちよくなっちゃいましたが、楽しいですね。いかがでしたでしょうか。いかがでしょうか。そうですね、もしかしたら、サノバスミスと金重は大体こうつながってますよね。あるはあるんですけど、アンテロープさんはこれから入ったりしますか？アンテロープさんは基本ボトルじゃないですか。何回か遊び来ていただいてるんで、ちょっとうちも出そうかなっていう。ボトルも最近ちょっっと出せるかなっていう状況になってきたんで、なるほど。これうまいっすね。これはうまいですね。なんかデザートワインみたいな感じですね。本当に糖度が高くて。そうですね。はい、ということで、金重さん、サノバスミスさんは最大の年ぶりで飲めますよっていうこと、テロッポさんこれからもしかしたら入ってくるかもしれないよということで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ではまた次回。